どうもこんばんは、コクリュウです。今日は自分の妹の不思議な話です。それではどうぞ。これは、もう20年ちょっとになるのかな。自分の妹が、2歳ちょっとぐらいの時の話なんですけど、妹のことは何と例えようかな。じゃあ M としときます。はい。自分と、父親、兄、そして母親と妹5人で、家で食事をしている時の話なんですけど、父と私と兄が3人で仕事から帰ってきて、兄と私は別々でもう家を出て暮らしてたんですけど、まあ父の方が晩飯食ってけよってことで母親が用意してくれたご飯を食べてこうってことになったんですが、その時にまあ妹も囲んで合計5人で食卓を囲んだんですけど、まあやっぱり2歳ちょっとぐらいだと先に食べ終わりますよね。その妹の M 以外はもうまだ食べてる最中だったんで、父の方が M そっちで遊んでいいよっていうことで言って、まあ妹の方はタタタタって言って、まあ絵本を広げたり積み木みたいなのをやってたり、あとお人形をこう出してこうちょっとした産卵状態になって、まあキャハハハキャハハハって言って笑いながら遊んでたんですけど、父がこっちにいて兄がいて自分がいて、それまあ兄の向かい側にまあ母がいて、母の後ろの方にまあ地べたに座りながら妹遊んでたんですけど、兄がしきりにこう妹の方をこう気にするんですよね。チラ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 見て、自分もそれにこう食べながら気がついて「どうしたの?」って聞いたら、兄の方が「いや、なんでもないと思うんだけど」って初めは言ったんですね。そしたらいろいろ話しながら食べてるうちにまたこう兄がこう気にするんですよね、妹のことをチラ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 見て。なんで「いや、どうしたの?」って兄に聞いたら「いや、M がちょっと様子がおかしいような気がするんだよね」って自分に言うもんで、まあそれは父と母は喋ってたんで特に聞いてなかったんですけど、自分も様子をパッと見ても普通にキャハハキャハハって絵本をめくったりだとか、お人形をこう持って一緒にこう本を見せるような仕草したりとかして、特段変わったようなことは感じられなかったんですよね。大人がみんな食事が終わって「じゃあお茶入れるね」っていうんで母親の入れてくれたお茶を談笑しながら飲んでたんですけれども、まあ自分が妹とかまあ弟もいるんですけど、まあ下の世代が可愛くて可愛くてしょうがないんで、まあその M と遊ぼうと思ってその地べたにパッと座って「M 何やってんの?」って聞いたら「これこれ」言いながら、まあ自分と一緒に遊んでるような状態なんですよね。で大人連中3人がお茶を飲んでて、自分と妹が床で地べたで遊んで寝っ転がったりしながらしてる状態なんですけど、自分もちょっとあれと思ったんですよ。それはどういうことかっていうと、妹がいて自分がここでおもちゃを広げて遊んでるんですけど、妹がテーブルの方、まあ妹の視線がこっちからだとしたらこっちに父がいて、ここに兄がいて、こっちに母がいるんですけど、それを2歳ですよ、パッと父の方を見たりして必ず父の方から見るんですよ。その後に兄の方を見て母親の方を見て、自分の方に目線をこうパッと自分の顔を見てニコッと笑ってまたキャハハハキャハハって遊ぶんですよ。それがまた少し遊んでる時間がもう少し経つとまた父を先頭に見始めるんですよ。パッ
じーっと見て、で兄のことを見て、母のことを見て、でまた自分の方をパッと向いてニコッと笑って、また視線をこっちのおもちゃの方に落とすんですよね。でもその様子が、あれ、子供でこんな目配せするかなって思うような不思議な感じだったんですよ。その後父がトイレに向かった時に、兄がスーッと私たちのところに来て「M 何やってんの?」って言って、そしたら「これこれ」お人形を見せたり絵本を見せたり「これこれ」いろいろやってるんですよね。そしたら兄が不意に自分に耳打ちしたんですよ。マサ見てろよ。そしたら私がいて妹がいて兄がいたんです。兄が唐突にこう言ったんです。 M、 いや M じゃないよな、ばあちゃんだよな、俺知ってるんだよ、ばあちゃんだよなって言ったんです。そしたら私が妹だったらわははははははって遊んでたのが急にピタッとやんで、兄の方をスッて向いてシーってやったんですよ。父がその後トイレから帰ってきて「M 楽しいか?」って言ったら、兄の顔を見てシーってやった後に父の方を向いて「楽しいキャハハハハハ」っていうような状態のまた子供の状態に戻ったんですよ。どういうことかというと、知らないはず、妹がもう生まれた時にはとっくのとうに亡くなってるはずのおばあちゃんが妹を通して家族のことを見てたっていうことなんです。兄は私に「見ただろ、今見ただろ、今ばあちゃんだったろ」って言ったんですけども、その後何年かして妹に「こんなことあったんだよ」って言ってもやっぱり覚えてませんでした。まあこの話でね、ちょっと切ないというかほっこりというか、自分のことを知らない妹に妹の体を借りてって言った方がいいのかな。本当に怖いというよりもどっか見守っててくれるんだなっていうような不思議なお話でした。なんか家族でそういう不思議な行動をとる人がいたら尋ねてみてはいかがでしょうか。それではコグリでした。バイバイ。イエイ。オフショットいや、ちょこちょこ撮ってる一応。ドラゴンアイズ分かったよ。右目バージョン左目バージョンパッて向いて「ばあちゃんだろ?」って言ったら「シー」でこの顔がもう2歳児の顔じゃなかったんだって。もう本当にもう大人っぽいような仕草ってあるじゃん。シーとかって子供っぽいじゃん、仕草が。じゃなくてもうパッて向いてそれなんかばあちゃんの明治がしかなかった、そういうところだよね。妹がばあちゃんそっくりなのよ。まあでも覚醒親父が言うぐらいほんとばあちゃんそっくりだ。生まれ変わりなのかな。いやそれともこう来たものがスッて入ったのか、それとも生まれ変わりで、ある年齢になると転生の前の人が消えるっていうじゃない、だからまあまあ転生みたいな話になってくるけど、なのか、それとも体を借りて入ったのか、